にちは、メグです。先週私は法律の試験を受けてきました。その日はとても寒くて、天気もあまり良くありませんでした。試験の場所までは新幹線や電車を使って2時間くらいかかりました。試験は午後からだったので、駅弁を買って新幹線の中で食べました。やっぱり新幹線で食べる駅弁は美味しいです。それに窓から綺麗な景色が、残念ですが、この新幹線のルートはトンネルが多いので、景色を楽しむことはできませんでした。さて、今日はこの1年間勉強を続けたことで分かったことを皆さんにシェアしたいと思います。私はこの1年間、法律の勉強をしていました。6月のエピソードでも話していましたね。1年間で850時間勉強しました。ほぼ毎日でしたが、実は一度だけ諦めかけたことがあります。試験の3ヶ月前、8月のことです。やっぱり勉強を続けることは大変です。6月のエピソードでは、勉強が楽しくない時にどうするか、モチベーションをアップするために何をするかについて話していました。でも最近この考え方が少し変わりました。それは1年間勉強を続けたから分かったことです。では皆さんに質問です。あなたは毎朝勉強をしています。でもある日朝起きると頭がとても痛いです。今日は勉強したくないな、嫌だなと思っています。皆さんはそんな日も勉強しますか？それともその日は勉強しませんか？どうでしょうか？勉強したくない、つまりモチベーションが低いということです。そんな時も勉強できますか？1年前の私だったら勉強しませんと答えると思います。その日は休んで好きなことをして次の日に勉強しますと答えるでしょう。でも今の私は違います。どんな日でも勉強します。もちろん勉強するのにモチベーションは大切です。でもモチベーションで勉強をする、しないというのは資格試験の勉強ではあまり良くないことだと思います。どんな日でも勉強する。例えば頭が痛い日も、とても悲しい日も、忙しい日も、その時のモチベーションに関係なく、ただ勉強する。それだけです。それだけですが、これがとても難しいです。8月に私は試験の勉強を諦めかけました。勉強が嫌になって1週間勉強しませんでした。でも逃げませんでした。モチベーションじゃない。勉強を続けることに意味がある。私はそう思いました。それからの3ヶ月はどんな日でも勉強しました。頭が痛い日は10分だけ勉強したり、時間がある日はたくさん勉強したり、自分のペースで勉強を続けました。続けること、これを大切にしました。そしてその続けた先にゴールがあると信じていました。皆さんも勉強を続けることが大変だと思ったことがありますよね。でも続けたらきっと何かが変わります。続けることを大切にしましょう。皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さんの意見を聞かせてくださいね。そして試験が終わったので、これからは1週間に1回はエピソードを作っていきたいと思います。皆さん、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。